俺の企業名聞いて驚いただろ。同窓会会場で、俺は高校時代同じクラスだった毛利から名刺を押し付けられた。俺の名刺をお守り代わりにずっと持っていてもいいんだぞと毛利は言うが、あいにく俺にその気はない。知ってたよ。うちの社員だから。は？毛利は釈然としない表情で俺が返した名刺を受け取るが、その瞬間俺は手首をつかまれ動けなくなってしまった。待て待て、ちょっと待て。お前、今のどういう意味だ？うちの社員だからとか言ってたよな。本当のことを言っただけなのに、どうしてこんな目に遭うのか。慎吾、今のは誤解を招く。俺にも毛利にも、今の発言の意味を説明してくれ。俺の親友の笹岡は、毛利と違って落ち着いているが、説明責任を果たせと言って引かなかった。俺の名前は藤枝慎吾。35歳で妻と2人暮らしをしている。ある日、妻のマリが、あなた、同窓会の招待状が届いたわよ、と教えてくれた。私はぜひ出席したいけど、あなたはどうする？俺とマリは高校時代からの知り合いで、卒業してかなりの年月が経過した頃に結婚している。嫌なら、私一人で行ってくるけど。前回の同窓会にはマリが一人で参加した。あの時は仕事が忙しくて行けなかったのだが、マリの土産話を聞いて行きたかったなと残念に思ったのをよく覚えている。今回は俺も行くよ。出席って書いて返事を出しておいてくれ。もう残念な思いはしたくないからと言えば、マリは小さく笑って分かったわと応じてくれた。同窓会の会場になっているのは都内の一等地にある有名なホテルだった。俺たちは自宅からタクシーで移動し、ホテルの車寄せからロビーに足を踏み入れ、エレベーターに乗った。会は6階の宴会場で開かれることになっており、エレベーターを6階で降りれば目の前に受付が設けられていた。俺とマリは並んで受付を済ませ、会場内に入る。立食形式の同窓会で、すでにあちこちで話に花を咲かせている人たちがいた。マリ、顔見知りの人がいたら俺に構わず言っていいからね。ありがとう。そうさせてもらうわ。おーい。マリは早速友人を見つけ、そちらに駆け寄っていく。俺は知り合いが見つかるまで腹ごしらえをしようとビュッフェの列に並び始めた。珍しい人発見。なんだよマキシマ、お前まだ生きてたのか。会うなり物騒なことを口にするのは、俺の高校生活を暗黒に塗りつぶしたと言っても過言ではない。毛利和俊だった。当時イケメンで勉強ができ、運動神経も抜群で女子にモテまくっていた毛利は、今もあの時のようなオーラを見せているようだ。ただし、爽やかなのはあくまでも見た目だけで、肝心な性格の方はねっとりとしていて付き合いにくい。そんなところも変わっていないように見えた。もっとも、毛利のそんな側面を知るのは、俺のようなターゲットにされた人間だけなのかもしれない。毛利、久しぶりだね。元気にしていたかい？俺は高校時代、嫌いな人間と接するとき、思い切り顔に出るタイプだったが、社会人になって、そんな短所が改善され、今は誰とでもにこやかに話せるようになっている。時折顔に出るが、それはご愛嬌だ。お前、高校時代のまんまだな。成長のないやつ。笑顔で毒を放ってくるのが毛利の持ち味で、久しぶりではあるが、俺はもう慣れっこだ。お前、何が楽しくてここへ来たんだよ。高校時代にいい思い出なんかあったのか？あるに決まっている。俺がここへ来たのは決して毛利のためじゃない。俺はあの頃の親友と呼べる存在と連絡先を交換したくてここへ来た。このことは妻のマリにも言っていない。
俺は徐々に賑わいつつある会場内をキョロキョロと見回し、彼が来ていないかどうかを確認する。おい、お前。マキシマのくせに、俺の話の途中でよそ見すんなよな。毛利の苛立ったような声を聞き、俺ははっと我に返った。そうだ、今毛利が話している最中なのに、どうして俺は集中していなかったのだろう。高校時代だったら胸ぐらをつかまれていてもおかしくないシチュエーションだった。俺が毛利からダラダラと自慢話を聞かされ、内心うんざりしていると、救世主が俺たちの間に割って入った。よせよ毛利、慎吾が嫌がってるだろ。なんと、間に入ってきたのは、俺がずっと会いたいと思っていた笹岡翔という高校時代の親友だった。笹岡とはずっと連絡を取っていたのだが、俺が結婚したのをきっかけに音信が途絶えていた。笹岡、突然連絡が取れなくなってごめんな。俺は笹岡に会ったら真っ先にこのことを謝りたいと思い、謝罪を口にした。何か事情があったんだろう。気にすることはない。よくよく聞けば、笹岡も俺の連絡先が知りたくて、今日ここに来てくれたということで、俺はこれで目的が達成できると目頭が熱くなった。笹岡と俺は正反対の性格だ。俺が感情を顔に出しやすい高校生だったのに対し、笹岡は感情が全く表に出ないやつだった。だから、初対面の互いの印象はあまりいいとは言えないものだった。笹岡は俺のことを分かりやすすぎると思っていたし、俺は笹岡のことを分かりにくすぎると思っていたのだ。しかし同じクラスで顔を合わせ続けていると、不思議なことにお互いにポツポツと話すようになった。そのうち一緒に勉強するようになり、同じハンバーガーショップでアルバイトをするようになったり、実は家が近いと知って一緒に登下校するようになったり。笹岡とは大学も一緒で、卒業してからは会うことがなくなったが、メールで連絡を取り合っていた。そして、俺がマリと結婚したことで、俺側の事情で連絡が取れなくなってしまったというわけだ。おい、笹岡。お前っていつも何考えてんのかわかんないやつだったけど、今もそういうとこ変わんないんだな。すっかり空気と化していた毛利が再び口を開いた。俺たちには俺たちの話があるからあっちへ行ってほしいのだが、そういえば毛利に友達なんていただろうかと疑問に思った。毛利って誰と仲良かったっけ？俺が聞くと毛利は思い切り肩前を吊り上げた。おい、マキシマ。俺を誰だと思ってんだ。クラスの人気者だった毛利和俊だぜ。俺はお前みたいに笹岡だけが友達ってわけじゃないんだ。みんなが俺の友達なんだよ。さしずめみんなの毛利くんだなと言い切ると、俺はつまらないなと眉を潜めた。慎吾、顔に出てるぞ。笹岡に服の裾を引っ張られると、俺はハッとして表情筋を引き締めた。いけないいけない。危うく真上をしかめた顔を毛利に見られるところだった。ところで、お前らはどこで働いてんだ？俺は親父の家業を継いで町工場の社長やってるよ。小さいな。俺なんて外資系の会社なんだぜ。アメリカに本社のある超有名化粧品会社なんだ。なんなら名刺をくれてやってもいいんだぞと言われ、笹岡は遠慮しておくと言って名刺の受け取りを拒んだ。しかし毛利は俺に名刺を見せ、会社自慢をしたくて仕方がないらしい。口には出さないが顔に書いてあるようだ。マキシマ、お前は俺の名刺欲しいだろ？なあ、欲しいよな。俺は両腕を前に出していらないよと断った。なんでだよ。物の価値のわからんやつだな。外資系で超大手の化粧品会社って言ったら一つしかないだろ。その会社の名刺だぞ。ありがたくもらっとけよ。
俺が一歩後ずされば毛利が一歩詰めてくる。わかったからあんまり近づかないでくれ。俺は懇願するようにそう口にした。名刺を押し付けられ、今度は毛利の自慢話が始まったが、そこで笹岡が口を挟んだ。なあ、みんなの毛利くんがなんで俺たちのところにばかりいるんだ？毛利の挨拶を待ってる人もいるんじゃないか？そうか？じゃあ、ちょっと挨拶回りしてくるか。毛利が言ってしまうと、俺と笹岡は互いの連絡先を手早く交換し合った。これさえ済めば、俺はここに用はない。それは笹岡も同じのようで、飲みに行くかと互いに顔を見合わせる。マリには後で LINE しておくことにして、俺たちは会場から抜け出そうとした。ちょっと待った。なんと俺たちにストップをかけるべく、前方に毛利が回り込んできた。お前ら、何？どっか行こうとしてんの？俺も混ぜろよ。そんなのはごめん被ると、俺は深いため息をついた。笹岡も顔にこそ出ないが、不愉快な気分でいることは間違いない。なぜなら俺は笹岡が毛利を好意的に語る姿を見たことがないからだ。毛利、もう挨拶は済んだの？ずいぶん早いね。まだ来てない奴らも多くてさ。だからしょうがない。お前らの話し相手をしてやるよ。別に誰も頼んでいないのに、どうしてこの男はこうも恩着せがましいのだろう。俺は早く笹岡と二人きりになりたいのに、こんなにも邪魔される理由がわからない。じゃあ、俺の華麗なる一日について語ってやるよ。まず、朝7時に起きるところから毛利の一日は始まるらしい。うちのチビにも飯を食わせるんだ。ああ、好き嫌いのない可愛い子だぞ。心からどうでもいい情報だなと思った。そうして育児に区切りをつけたら、とうとう俺がオフィスに出社するんだ。営業職だからな、身だしなみはきちんとしてるぜ。上司が外人だよ。英語で会話してるんだ。よくもまあこれだけ自分のことをベラベラ喋れるものだなと、俺は呆れを通り越して感心してしまう。笹岡はまるで能面をかぶっているような顔をしていた。ああ、ちなみに今の会社にはヘッドハンティングで入ったんだ。お前らヘッドハンティングって経験したことあるか？笹岡はないよな。親父の工場継いでるんだもんな。牧島はどうだ？俺もないよ。別に今の仕事に困ったことなんてないし、声をかけられてもお断りすると思うんだ。はは、そいつは負け惜しみってやつだな。庶民には理解できないよな。毛利があまりにでかい声で喋るので、俺たちの周りに人書きができ始めている。その人書きの中にはマリもいた。今日の参加者は約100名と聞いていて、その大半が人書きをなしているということは、100名に囲まれているということか。マリはこちらを心配そうに見つめているが、俺は大丈夫だと小さくうなずいた。毛利の話はまだまだ続く。聞いているこっちがうんざりするほどで、できかけていた人書きもすぐにあちこちに散っていった。痛い人間というのはまさに毛利のためにある言葉だよな、と思う。毛利、もうその辺にしてくれないか。なんと笹岡が毛利の話を遮った。何がだよ。君はみんなの毛利くんなんだろう。人は大方集まっただろうし、俺たちはここで失礼する。言外に、俺たち以外に話し相手を見つけてくれと含ませれば、毛利は途端に瞳を潤ませた。冷たいこと言うなよ、笹岡。お前だって俺の友達じゃないか。慣れ慣れしい関係じゃないってことは覚えているよな。慎吾にしたって、高校時代はお前からの圧がすごいって嘆いてたぞ。俺はうんうんとうなずいて聞く。
この場をやり過ごせるならと、俺は笹岡に任せることにした。お前は、ただ慎吾にマウントを取りたいだけで、友達だなんて微塵も思っていない。違うか？どうやら痛いところを突かれたらしく、毛利が声を詰まらせた。さすが笹岡。いざという時は頼りになるなと、俺は心の中で拍手を送る。本当は友達なんていないんだろ？いや、いる。じゃあ別の友達と話して。俺たちは行くよ。行こう、慎吾。笹岡に腕をつかまれた俺は、あっと声を発し、スーツのポケットに入っていた毛利の名刺を取り出し、毛利の方へと差し出した。毛利、これ返すから。俺の企業名聞いて驚いただろ。お守り代わりにずっと持っていてもいいんだぞと毛利は言うが、俺にその気はなかった。知ってたよ。うちの社員だから。は？毛利は釈然としない表情で、俺が返した名刺を受け取るが、その瞬間、俺は手首をつかまれて動けなくなってしまった。待て待て、ちょっと待て。お前今のどういう意味だ？うちの社員だからとか言ってたよな。本当のことを言っただけなのに、どうしてこんな目に遭うのか。慎吾、今のはお前が悪い。俺にも毛利にも今の発言の意味を説明してくれ。笹岡は毛利と違って落ち着いているが、説明責任を果たせと言って引かなかった。会場の入り口付近で俺たちが言い争っていると、また人垣に囲まれつつあった。もちろん、心配そうなマリの顔も見える。俺は笹岡に腕をつかまれた状態でうなずき、ポツポツと身の上話をすることになった。まず、俺は結婚しているということを毛利と笹岡に伝える。二人とも表情は違えど信じられないらしく、相手は誰なんだと詰め寄ってきた。俺はマリが見ている以上、嘘はつけないと思った。3年くらい前に、藤枝マリさんと結婚したんだよ。笹岡はへーっと無表情で驚き、毛利はなんてこったと大げさに驚く。二人が驚くのも無理からぬことで、俺とマリの間には高校時代接点などなかった。俺は3年前に転職したのだが、そこでマリと再会し、結婚するに至ったのだ。俺は婿養子だから、今の名前は牧島慎吾じゃなく藤枝慎吾なんだ。そのせいで笹岡との連絡が取れなくなって。そうだったのか。それで、今はどこに住んでるんだ？アメリカに住んでるんだ。今日この同窓会に出席したくて、マリと一緒に帰国しているんだよ。すると、周囲がざわついた。アメリカ暮らしなんて素敵ね、とか、羨ましいわ、といった声が聞こえてくる。アメリカといっても広いだろう？本土に住んでいるのか？ああ、カリフォルニアのビバリーヒルズに住んでいる。セレブの街と呼ばれるビバリーヒルズだが、住んでみれば案外普通なのだと言えば、笹岡はお前らしいなと表情を和らげた。そしてしばらく言葉を失っていた毛利だが、何かを思いついたのか、俺の両肩を掴んできた。痛いって、毛利。ほんと、お前何なんだよ。普段は温厚な性格だと自負している俺も、毛利の行動には限界を感じつつあった。待て、お前。今の名前をもう一度言ってみろ。藤枝慎吾だってば。その名前、俺の会社のアメリカ本社の社長の名前と同じなんだけど。毛利の指が肩に食い込み始めると、すかさず笹岡が背後に回って毛利の手を引き剥がしてくれる。毛利、乱暴なところは変わってないんだな。皮肉をたっぷり込めてそう言うが、毛利は俺の答えを待って目を血走らせている。答えてくれ、牧島。まさか、アメリカ本社の社長はお前だとでも言うつもりか。そのまさかだよ。俺は毛利がヘッドハンティングで入社した会社の
アメリカ本社の社長だよ。俺は毛利がどういう経緯でうちに入社したのかは知らないが、彼が日本本社に在籍していることは知っていた。だから名刺なんていらないと突き返したのだ。そんなバカな。マリさんと結婚していたどころか、世界的に有名な超大手化粧品会社のトップだと。俺はこんな奴のために働いてるのか。心の声が丸聞こえだよと、俺は毛利を見て苦笑した。とりあえず、笹岡の言うところの説明責任は果たしたわけだし、飲みに行こうと言って、俺たちは会場を後にしようとした。しかし今度は背後からスーツの裾を引っ張られ、俺は慌てて振り向いた。おい、お前。俺をマネージャーに昇格させろ。まったく次から次へと邪魔をしやがってと振り返れば、マリが毛利の手首をきつく掴んでいた。あなた、早く笹岡くんと逃げて。毛利くんはこちらで引き受けるわ。マリが引き受けてくれるなら安心だと、俺は笹岡と一緒に慌てて会場を出て、毛利に見つからないような地味めな居酒屋に逃げ込んだ。翌日、せっかく日本に来ているので、日本本社を訪れようと考えた俺とマリは、日本本社社長に案内してもらい、社内を見て回っていた。ちなみに、俺は写真の類が苦手なので、社内報や社内ネットワークなどに俺の写真が載ることはない。よって、俺の顔を知っているのは各国の限られた人物とアメリカ本社社員くらいのものだった。営業部のエリアに差し掛かると、英語と日本語の入り混じった賑やかなやりとりが聞こえてきた。ちらっと室内を覗いてみて、俺はぎょっとした。なんと、やり合っているのは外国人上司と毛利で、その毛利の頭頂部の髪の毛がすっかり抜け落ちて落ち武者のようになっているのだ。昨日の毛利くん、部分ウィッグでごまかしてたのね。なんだか気の毒だよね。しかし、本当に気の毒なのは毛利の語学力の方なのではと俺は思った。上司が英語で、なんでそんなこともできないんだとわめいているのに対し、毛利は俺を理解できないなんておかしい、どうかしているぞと答えているのだ。こんな状態でマネージャーに昇格させろだなんて、毛利は相変わらず無茶ぶりをする人だな。本当に。マリは昨日毛利を引き受けてから延々と会社の愚痴を聞かされていたという。酒を飲ませれば飲ませるほどエスカレートしていき、最後はあまりの酒癖の悪さに警備員につまみ出されたのだとか。そんなことを話していると、毛利が俺たちの視線に気づき、ハッとしたように頭頂部を両手で押さえた。違うぞ。これは、そう、バリカン入れるの失敗したんだからな。俺とマリは何も見なかったことにし、会社見学を終えると、明日の出発まで日本観光をすることにした。あれから毛利は会社を辞めた。上司との意思疎通ができないという理由からだそうだ。意思疎通ではなく、英語ができなかっただけなのだが、本人はそう言って退職していった。俺、もう同窓会はいいや。毛利に会うのはごめん被る。本当にそう思うの？正直嫌だったよ。毛利と話すの。まあ、安心していいわ。あなた、向こう何年か少し家に縛られるもの。どういう意味と聞くと、マリは笑った。おめでたなのよ。3ヶ月なんですって。本当かいマリ？じゃあ、落ち着くまで同窓会には出られないね。俺はそれでも全然構わないと思っていた。笹岡とさえ連絡が取れていればそれで構わない。俺は今、俺たちの子供を大切に育てたいと考えている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。